んこんにちは、はるかねです。今日はこちらのね、綿 100% の10センチカットクロスを使って帯11用のね、トップスをたくさん作っていこうと思います。これね、50枚セットなんですけどこのようなね、パッチワーク用のカットクロス、いろんな種類が入ってるね、カットクロスが売ってるので、これ、下の台紙、方眼紙になってまして、一目盛りがね、1センチになってます。こうやって合わせるときっかりね10センチになってます。これを使ってね、いろんな種類のトップスをねダーッと作っていこうと思います。そして材料はこちらのね、小西株式会社から発売されている布用ボンド裁縫上手、そしてハサミ、以上で作っていきます。針と糸とかはね一切いりません。では頑張って作っていきましょう。まずね、基本形のノースリーブシャツから作っていきます。ちょうどねこれ10センチなので、こういう風にね折って端がね1センチずれた状態でネイルアイロンをかけてここで切っていきます。そしてノースリーブシャツだけの場合はね、この部分だけで OK です。そして袖をつけるときはね、こちらを袖にします。今回はノースリーブシャツとりあえず基本形からなので、この部分だけで作っていきます。半分に折って切ります。そしてこのね真ん中に向かってこの端から 5mm 端から 5mm の部分から山形にカットします。そして真ん中をね少し半円を描くような形でちょっと切っておきます。そしてこの片端から4ミリぐらいのところから1.5センチぐらいのところまで切ります。同じようにね反対の肩もよいしょ、このように切ります。これだけですね。だいたいこんな感じ、幅 4.5 センチになって、そして5ミリのところから中心に向かって切って、そして首穴を少し開けて、そしてこの片端から5ミリのところからだいたい 1.5 センチのところまでこのようにねカットします。そしたらここからね、この肩の部分と脇のこの下の部分ですね、この部分を裁縫上手でくっつけていきます。中がね表地になっているのを確認してくっつけていきます。そしたら乾かします。ある程度ね乾いたら中からね手を入れてくっつけた部分を折ります。そしてこのね、縫い代の部分もくっつけてしまいます。そしたら次に脇の部分にね少し切れ込みを入れていきます。そしてこの周りにもね、布用ボンドを塗ってくっつけていきます。そして首の辺もね
切れ込みを入れてくっつけていきます。前身ごろの方だけね、少し深めに切れ込みを入れます。そしたら裾をね5ミリほど折り込んでくっつけていきます。はい、これでね基本形完成です。乾いたらひっくり返してね終わりです。では次にね袖の、バリエーションを作っていきたいと思います。では次に長袖バージョン1センチずらして切ります。そしてこっちのね1センチもいらないので切ります。半分に折って切ります。こっちもね半分に折って切ります。そして身ごろ処理をします。袖はね裏側を表にしてまずね裾に、端っこにね糊を塗って端処理していきます。ついでにね身ごろの肩の部分だけくっつけときます。中表になるように気をつけてくっつけます。脇はね袖付きの時は後からつけます。5ミリほどね折り返して端処理します。そしたら乾かします。少しね肩の部分が乾いたら脇に切れ込みを入れて袖をくっつけていきます。開いて中表になるようにねこのようにこっからこうくっつけていきます。そしてしっかり乾かします。袖がね乾いたらこちらが表側なんですけど中表になるようにこのように折り込んでそしてここからずっとね脇の裾までボンドで留めていきます。この時ねこうはみ出てる部分あると思うんでこれ切っちゃってもらって OK です。そしてまたね落ち着くのを待ちます。袖からね脇が乾いたらこのね脇のところ1センチほどにね、切れ込みを2つずつ入れておきます。
はね生乾きでひっくり返すと袖が取れてしまうので1日置いて完全にね乾かしてからひっくり返していきます。はい、ひっくり返したらこんな感じで完成です。次に、ノースリーブのねタートルネックを作っていきたいと思います。1センチずらして切ります。そして1センチね切っていきます。そしたらこのね1センチになった方を小指に巻きつけてね、ちょうど縫い代を確保できるぐらいのところで切ります。そして中表になるようにねここをくっつけます。そして身ごろの方をね切っていきます。中表になるようにくっつけます。そしてね少し落ち着くまでこのまま置いておきます。肩の部分とこのね脇の部分がくっついたらこのね脇の部分に切れ込みを入れていきます。襟元もね少し入れておきます。基本形の処理をしていきます。そしたらタートルネックの方をね作っていくんですけど、これをね半分に折ります。そしたら下ね3ミリぐらい2、3ミリ切れ込みを入れていきます。そしてこのね切れ込みを入れた側に糊を塗って貼り付けていきます。でもこっちを先ひっくり返しておきます。ちょっと首の方が大きいかな。もう少しね首の方切れ込みを深くしていきます。完全にねくっついてしまうとこれが外せなくなっちゃうんで、くっつく前にねある程度合わせていきます。その代わり手がねベトベトになるんですけど、
ら次にパフスリーブシャツを作っていきます。1センチずらして切ります。こっちはね普通の身ごろ処理をします。中表になるようにね肩の部分だけくっつけておきます。そしたら1センチね幅を切っていきます。そしてこれをね半分に切ります。そしたらこの1センチのものも半分に切ります。外が表になるようにねこのように半分に、くっつけてしまいます。そしてこの部分がね袖口になるんですけど、この袖をこの長さをこの幅になるようにギャザーを寄せながらくっつけていきます。この時ねこちらが折り目なんですけど、このようにくっつけていきます。でこのねふわっと浮いてくる部分、これもくっつけてしまいます。そしてね乾くのを待ちます。もう一個もね同じように処理していきます。少しねこの肩の部分ののりが落ち着いたら脇に切れ込みを入れていきます。ついでに首元もね切れ込み入れておきます。そして袖の方もね少しのりが落ち着いたらこの部分がね完全にくっついてしまう前に開いてこういう形にねしておきます。そしたら少しね乾くまで待ちます。こちらが表側で表目にねのりをつけていきます。そしてここにねこうやって少しねカーブを描くように曲げながらくっつけていきます。そしたらこの内ひだねここにもボンドを塗っていきます。そしたらこっちも同じように貼り付けてね完全に乾かします。袖
が乾いたらこちらね表側なんですけど、中表になるようにこのように折り込んで、そして袖から脇下までねくっつけていきます。完全に乾いたらひっくり返します。では次に襟付きのねシャツに挑戦してみます。同じようにね1センチずらして切って、このね1センチの部分を襟にしていきます。折りをねべったり縫ってしっかり貼り合わせます。そしてね完全に乾くまで置いておきます。こちらはね身ごろの普通の処理をします。そしたら少しね落ち着いてるので端をね4ミリぐらいですかね、角からね、そっからこの反対側の角に向かって切り落とします。そしてずれてたらねこの辺りを少し揃えます。そして切れ込みを入れておきます。ちょっと長いんでね切っておきます。両方からね2ミリぐらい切ります。ちょうどね帯膣の首のサイズが女性の小指ぐらいのサイズなんで、そのぐらいにね合わしておきます。もうちょっとでは乾くのを待ちます。これ半分に切っとこうかな。乾いたらね袖をつけていきます。これでしっかり乾かします。はい、このようにね袖がくっついたら、こちら表側なんですけど中表になるようにこのようにね折って袖口からこの脇を通って裾までねくっつけていきます。
れでね一回しっかり乾かします。で乾かしてひっくり返してから襟をつけていきます。ひっくり返したら襟をねつけていくんですけど、ちょっと襟が長いんですよね。この辺からちょっと重なってしまってるので、重ならないようにねさらに、端っこ2ミリずつぐらい切っていきます。中に入れた時にねこの部分が重ならないので、この状態でくっつけていきます。外側のねこの切れ込みを入れた部分に糊をつけていきます。そして乾いたらね襟を倒して完成です。襟がね乾いたので折り曲げていきます。はい、襟付きシャツはねこんな感じ。次はオフショルダーをね作っていきます。オフショルダーをね作るときはねちょっと帯津11のボディが必要です。1.5 センチぐらい残してね切ります。そしてまずねこちらの端を処理します。そしてボディを用意して腰のあたりにねこう巻きつけます。そして縫い代部分をね 2,3 ミリ確保したところで切っていきます。このぐらいですね。そしたら中表になるようにくっつけていきます。そしてこの状態でねボディにこう当てて縫い代の分を考えてこうね S 字型に切っていきます。変かな、もうちょっと上かな。こんな形に切ります。こんな感じに、ね、なるのでこちら側のね端を処理していきます。これもね少し切れ込みを入れる方が綺麗に仕上がると思います。この部分がね少しきれいめの線対称になるように意識して作ります。そして乾かします。そして乾かす間にね袖の部分を作っていきます。袖もねまた端処理をしてお好みのね長さで袖を作ります。そして同様にねもうちょっとこれよりもこれは袖なんですけど肩紐をね作っておきます。これね、肩紐にするんですけど乾いてから細くね切っていきます。そして小指にね巻きつけて鉛筆とかねもう帯津の腕でも大丈夫です。でこのギリギリのところで切っていきます。そして中表になるようにね端をくっつけます。
そしたらこれをねひっくり返して、横になる部分にねこのくっつけた部分が隠れるように、こう内側になるようにね袖をくっつけていきます。先ほど切った端切れを少し使います。ここがね継ぎ目なんですけど、継ぎ目の裏側にこのように貼り付けます。そして肩紐をねつけていきます。このままね乾かします。はい、少しね乾いたら着せてみて、このようにね肩紐をクロスさせて長さをね決めて切っていきます。大体この後ろ中心の部分からね5ミリずつのところらへんに貼り付けるつもりで、長さもね5ミリぐらい貼り付けるつもりでぴったりに切っていきます。これでね完成です。では次はキャミソールを作っていきます。シャツアウトさせたい時はね少し多めに切っていきます。そしてラインをね綺麗にしたい場合は少し斜めにね切ります。こういうラインで切ってこちら側にね切れ込みをたくさん入れました。では端処理していきます。肩紐を作ります。こちら半分以上ね余ってるので、またこれでもね1着作れると思います。これで乾くの待ちます。ある程度ね乾いたらトルソーくんにはめてみて、そして肩紐をね合わせていきます。このままねまっすぐでもいいんですけど、できたらねクロスにした方が脱げにくいかなと思います。乾かしたら完成です。では次にまたね別タイプのオフショルダーを作っていきます。
同じようにね 1.5 センチぐらいのところで切っていきます。中表にくっつけます。この辺りがね腕の穴なので、ここまでねこう U の字に切っていきます。U の字って感じでもないかな。こんな形ですね。そしたらまたね切れ込みを入れて端処理していきます。そして乾くのを待つ間に型の部分をね作っていきます。そしてだいたい1センチを目安に好きな幅に切ります。トルソー君に合わせてそして中表になるようにねくっつけます。そしてひっくり返してちょうどねこの継ぎ目の部分が背中にくるようにねこのようにくっつけたら完成です。このままね乾かしたら完成です。乾いてからねこのはみ出た部分を切ってしまいます。では次は少しね変形タイプの、ワンショルダーのタンクトップ作っていきたいと思います。ここまでがね基本形なんですけど、ここからね変形させていきます。中表でね型をくっつけます。脇もね一緒にくっつけてしまいます。そして袖のね部分に脇ぐりにね切れ込みを入れます。
じでね完成です。次は真央カラーシャツを作っていきます。まず1センチずらして切ります。そして襟のための1センチを切ります。そして袖用の生地を端処理します。次に襟用の生地をしっかりね裏面に糊を塗って2つ折りにしてきっちりくっつけていきます。次は身ごろなんですけれども、3センチ幅3センチ幅4センチ幅の3枚にねカットします。ちょっともう私の場合は慣れちゃってるので目分量で切ってますけれども、不安な方は測りながら切ってください。そしたら4センチの生地を表面が上になるように置いて、そして、3センチの生地を中表になるようにね重ね合わせます。その時ね両端を揃えておきます。そして真ん中をしっかり押さえながら基本形になるようにカットしていきます。次に肩の部分をね接着していくんですけれども、この時にね、前身ごろの掛け合わせの部分を巻き込まないように注意して接着していきます。肩ののり付けが少し落ち着いたら開いて脇の部分にね切れ込みを入れていきます。次に肩の部分のね、縫い代の部分をくっつけてしまって、そして前身ごろの端処理をしていきます。そしたら袖を2つに切って、そして、肩の部分にね少しカーブをつけて切って肩を貼り付けていきます。そしたらしっかり乾かします。肩の部分が乾いたら中表になるようにね、袖から脇にかけてを揃えてしっかり持ってはみ出た部分をね切っていきます。余分な部分をカットしたら袖から脇にかけてをのり付けしていきます。そしたらしっかり乾かします。乾いたのを確認したらひっくり返していきます。次にサイドのね内側ののり代をくっつけていきます。そして襟元ね前身ごろの方が少し深くなるようにね首のラインを切っていきます。
そして真央カラーの部分に糊を塗って、そして折り目じゃない方をね切れ込みをいくつか入れて身ごろにくっつけていきます。そしたら裾の端処理をします。そしてトルソーくんに合わせてもうね前身ごろのり付けしてしまいます。はい、これで真央カラーシャツの完成です。まず1センチずらして切ります。そして基本形のシャツを作ります。そしたら糊が乾くまでの間に、1センチねフリル用の生地を切り取って端を処理していきます。はい、これもねしっかり乾かします。身ごろがねしっかり乾いたら脇の部分と肩の部分のね縫い代を接着していきます。ひっくり返して脇ぐりと首の襟周りとそして裾をね端処理していきます。次にフリルになる部分を2つに切ります。そしたら、端処理した側がね外側に来るように扇形になるようにねひだを寄せてのり付けしていきます。最後に作ったフリルをね基本形の肩の部分に貼り付けていきます。はい、これでフリルシャツ完成です。ホルターネックのねワンピースを作っていきます。まずは1センチ肩紐の部分をねカットします。次に三つ折りしてね切っていきます。そしたら3つに切った部分の2枚を、つなげて長めのねリボンを作っていきます。そして端処理します。これがねスカートになります。そしたらだいたい5ミリ幅ぐらいでねひだを作っていきます。でこの、つなげたリボンがねちょうど半分ぐらいの長さになるように10センチぐらいに、ね、なるように折っていきます。
そして肩紐の部分をね、2つ折りにしてしっかりのり付けして乾かします。次に身ごろのね部分をトルソーくんに合わせて、そして余分な部分をねカットします。この辺りはねバリエーション5のオフショルダートップスをね作る時にもうちょっと丁寧に説明していますので、そちらをね参照してください。背中から胸にかけてのラインをカットして、そして切れ込みを入れて端処理していきます。身ごろのねのりが落ち着くまでの間に肩紐の部分のね端っこ汚い方をカットして綺麗な紐を作っていきます。身ごろの背中の部分がしっかりくっついたらひっくり返して、裾の部分に切れ込みを入れて、そしてスカートとね合体させていきます。まずスカートをねトルソーくんに巻いてみて微調整していきます。多少ね重なるような長さに、調整して、そしてスカートをねまず貼り付けていきます。スカートをね輪にしてくっつけたら、そこにね身ごろをはめ込んでいきます。最後にね肩紐の部分なんですけれども、まずは片方を接着して、そしてくるっとね一周巻いて、必要な部分だけ残して、あとはカットして、それからトルソーくんに着せて長さを調節して留めていきます。はい、これでホルターネックワンピース完成です。こんな感じでねノースリーブのバリエーションを作ってみました。ちょっとずつね柄が違うだけでイメージも変わってくるかと思います。こちらはねちょっと変形バージョンです。そしてハイネックのノースリーブシャツ、ちょっとねチャイナっぽいものからポップなものまでね、柄によってイメージ変わると思います。はい、そしてこちらは T シャツですね。長袖のものから袖をね短く切って作った半袖のね T シャツもあります。そしてこのようにね、背中にリボンをつけてもね可愛いです。そしてこちらはちょっとね手縫いに挑戦してみました。手縫いの方がね柔らかいんですけどね、やっぱりこの生地によっては小さいので分解してくる可能性があります。はい、そしてこちらはホルターネックタイプのね、トップスなんですけど、これがホルターネックで、そしてこちらが背中をね通るやつですね。そしてこれも背中、こちらはクロスされてない分ですね。そして袖がないタイプで、クロスされてるやつですね。はい、そしてこの3つがね、こういう
ホルターネックタイプの胴体の部分に輪っかをねはめたような感じのオフショルになってます。これとねこれは同じデザインなんですけど、柄がね違うだけで随分イメージが変わると思います。そしてこの変形バージョンがこちら。この部分をね、このボディの内側にぐっとねシワを寄せて貼り付けてあります。そしてこちら側もねこんな感じでこう斜めになるように貼り付けてあります。作り方はねほとんど一緒なんですけど、だいぶイメージが異なるかなと思います。そしてワンピースタイプ、こちらね、T シャツにスカートをくっつけたもの、そしてホルターネックタイプになってます。はい、そしてこちらは肩の部分にねフリルのついたタンクトップで、3つともね全く同じデザインなんですけれども、柄のねイメージがポップスとフェミニンっていう感じでね、また全然イメージが変わってくるかと思います。はい、そしてこちらはチャイナ風ですね。このぐらいのサイズだとね両面テープで留めれるかなと思います。はい、そしてこちらは襟付きシャツのね応用でアロハシャツになってます。襟をね少し短めにして、襟をつける前に前をねこう2つに割って処理をしてから襟をつけるとアロハシャツになります。それからパフスリーブのねシャツですね。はい、そしてこちらは襟付きのねシャツになります。長袖バージョンと半袖バージョンですね。はい、こんな感じでねだーっといろんな種類のトップスを作ってみました。多分40種類ぐらいあると思います。そしてこちらのね、タンクトップなんですけれども、1着作るとねこのぐらい余り布が出ますので、そういうのでねこういうスカートを作ってもいいかなと思います。同じね柄でもいいですし、他のねなんかこの辺でこう合わせても可愛いかなと思います。はい、こんな感じでね10センチ四方の生地を使ってたくさんのね種類のトップスを作ってみました。そして今回使ったのはね綿の安いセットの生地を使ったんですけれども、練習用はねそれでいいとして、本番ね、もっとおしゃれなものを作りたい方はリバティというねブランドの10センチ四方の生地、パッチワーク用とかでねセットで割とお手頃な価格で販売されているのでおすすめです。リバティというブランドの生地はね柄も小さいですし、生地のねその折り目がすごく細かいのでほつれてきにくいんですよね。なので帯津11には特におすすめしています。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから、Twitter やね Instagram のフォローぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。しのぶちゃんもいて。はい。しのぶちゃんも降りて。降りて。しのぶちゃんも降りてよ。そうそうそう。立ち立ち。そう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 。チェックしてんの。チェックして。しのぶちゃんの服じゃないよ。しのぶちゃんの服じゃないよ。かなおちゃんもうちょっと前行って映れへんから。もうちょっと。そうそうそう。ああ。